こんにちは、パイパイガールです。この動画では、7分でできるだけ多くの Python 基礎文法を学習できます。それでは早速始めましょう。Python でコメントを記述する場合は、ハッシュタグを使って入力します。ハッシュタグの場合は、1行しかコメントを入力できませんが、3つのダブルクォートを使って、複数行のコメントを書くこともできます。Python でも、他のプログラム言語と同様に、加算を行うことができます。もちろん、減算、乗算、除算を行うこともできます。変数を使用して、プログラムにデータを格納することができます。格納する変数に名前を付け、変数と値とをイコールでつないで記述します。この場合、Hello World の文字列は、ダブルクォートかシングルクォートを使用します。どちらを使用するかは、あなたの気分次第です。リストと呼ばれるものを使用することができます。変数に、複数の値や文字列を格納することもできます。b という変数を作成して、今回は、2つの文字列を格納することにします。Hello World という単語と Japan という単語を入力して、2つの角括弧で囲ってリストを作成します。リストに、複数のアイテムを格納する場合は、コンマで区切って定義します。リスト内の値を使用する場合、位置を指定する必要があります。これは10であり、これは11です。位置はインデックスと呼んだりもします。変数 b に角括弧1と入力すれば、アイテムを参照することができます。リスト同士を加算することで、b の後ろに、新しいリストを追加することもできます。1、2、3、4、5の数値のリストを追加して実行すると、2つの文字列と5つの数値を含む新しいリストが作成されます。Python のリストの優れた点は、自動的にサイズが変更されることと、複数のデータ型を格納できることです。次に、辞書について紹介します。辞書は、リストでインデックスを使用した代わりに、名前でデータにアクセスすることを除けば、リストと同じです。データには、その名前を使用してアクセスする必要があるため、辞書内のすべてのアイテムに、キーと呼ばれる名前がついています。c という変数に、中括弧を使用して辞書を作成します。コロンを使って、キーと値のペアを示します。PHP などの他の言語では、連想配列と呼ばれています。辞書のアイテムにアクセスしたい場合は、変数にキーを指定してアクセスします。Python には、セットと呼ばれるものがあります。セットには順序がなく、繰り返しがないことを除いてリストと同じです。Python でセットを作成するために、d という変数を作成します。中括弧を再度使用しますが、キーと値を示すコロンは使用しません。セットを作成しているので、値だけのリストを指定します。繰り返したものは、すべて、作成時に無視されたことがわかります。特定の条件でのみ、特定のアクションを実行したい場合は、if 文を使います。例えば、1が1に等しいとき、オフコースを出力します。1が2に等しいと記述したら、条件が正しくないため、コードが実行されなかったことがわかります。等しいを示す演算子の他に、等しくないや、大なりイコールなどの演算子があります。今回は、例として数値を使用しましたが、変数や文字列でも条件文を記述することができます。また、論理演算子もあります。ブール型を使って、OR や AND を実行すると、論理和や論理積の結果が返ってきます。true, or, false は true, true, and, false は false となります。論理演算子も条件文に使用することができます。Python にはループ文もあり、while ループと for ループがあります。先ほどの b というリストで for ループを使用して、リスト内のすべてのアイテムを表示してみましょう。リストの各要素を、このアイテム変数で参照します。この for ループを使用することで、リスト内のすべてのアイテムを出力できます。ループする範囲に数字を使用したい場合は、レンジを使用します。今回は、0から10個の値を出力してみましょう。10個の値を出力する処理を while ループで書いてみましょう。x という変数を作成して10を設定します。x が0より大きい間は、x を出力し、x マイナスイコール1と書いて無限ループを防ぐために、x を1ずつ減算します。10から開始して、10個の値が出力されました。Python にも、例外と呼ばれるものがあります。プログラムで問題が発生した場合、プログラムがクラッシュして実行が停止します。しかし、エラーを例外としてキャッチすることで、プログラムの実行を継続することができます。例外の例として、b というリストを再利用します。角括弧で指定する数値は、0の場合最初の項目を示し、1の場合2番目の項目を指すんでしたね。ここで、リストに存在しない2を指定すると、インデックスエラーが発生します。
例外をキャッチしなければ、プログラムの実行がここで停止します。トライを設定して、例外をキャッチしてみましょう。存在しないインデックスの参照のため、もちろんエラーは発生します。先ほどのプログラムがクラッシュしたエラー分ではなく、例外発生時に指定したテキストが出力され、プログラムの実行は正常に完了したことがわかります。Python では関数も作成できるので、同じコードを複数回記述せずに実行したい場合は、関数を作成して利用します。func と呼ぶ関数を作成します。これは、Hello World を出力するだけです。func を実行すると、Hello World が出力され、2回実行すると2回出力されます。また、Python はオブジェクト指向プログラミングですので、クラスを定義できます。例えば、人のためのオブジェクトを作成したい場合は、person というクラスを作成し、__init__ という特殊な関数を作成します。これは、コンストラクタと呼ばれており、オブジェクトを生成した際に、必ず最初に呼び出されます。また、クラス内で定義するすべての関数の引数は、セルフを最初に取ります。コンストラクタでは、newPerson と出力するだけです。p=person と記述することで、person クラスのオブジェクトを作成できます。オブジェクトを作成したときに、コンストラクターが呼び出されたことがわかります。クラスには、継承と呼ばれる仕組みがあります。person というクラスを継承した Japanese というクラスを作成してみましょう。クラス名の後に、継承するクラスを記述します。コンストラクタでは、継承したクラスのコンストラクタを呼び出す必要があります。その場合は、super.init で呼び出します。このクラスのコンストラクタでは、myname_is_Japanese と出力させましょう。j=Japanese と記述すると、継承したクラスのオブジェクトを生成できます。順番にコンストラクタが呼び出されていることがわかります。いかがでしたでしょうか？ Python の基礎文法を走って説明しましたが、カバーできなかったことがたくさんあります。別の動画で詳しく説明する予定ですが、この動画はこれで終わりです。少しでもこの動画が役に立ったという方は、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それではまたお会いしましょう。